With its fertile land and long coastline, Ibaraki Prefecture serves as a breadbasket for Japan's Kanto region, including the capital Tokyo, with its world-renowned dining scene. By value and volume, Ibaraki is Japan's #1 producer of agricultural, forestry and fishery products. However, with the country's population decline creating an uncertain outlook for the future of domestic markets, the region is expanding its overseas export channels and developing sustainable, innovative agricultural practices. Proximity to Tokyo and the Kanto region means Ibaraki is well placed to export its agricultural products. In the 6 years between 2016 and 2022, agricultural exports from the region increased tenfold. ここで作るとでんぷんの含有量が同じ品種でも他の産地で作るより高いっていうことは、つまり糖に変わった時に甘さになる糖度が高いっていうことになるんで、その部分が評価されているのかな。In the southeast of Ibaraki, the Namagata region is well known for its sweet potatoes, one of Ibaraki's largest agricultural exports. The Japan Agricultural Cooperative branch here exported nearly 1,000 tons of sweet potato in 2022. Recent years have seen an increase in demand from Southeast Asia, where people are developing an appetite for the sweetness of the potatoes grown here, especially as roasted yaki-imo. 特徴としましては、この行方台地ということで、霞ヶ浦と北浦という湖にですね挟まれたこう馬の背のような半島状の土地になってるんですけども、起伏がこう激しいというような状況になっておりまして、土に関しては赤土ということになっております。非常にですね水はけがいい土ではありますし、そのなだらかな傾斜があることによって水が溜まったりそういうことがしないというような状況で適しております。あと赤土の特徴としては、そのでんぷんの話をずっとしてますけども、赤土のところで作られた干渉につきましては、でんぷんの含有量が通常の黒木の土で作ったところよりも高くなるということで、これは植えてから掘り取りまでの在庫日数も関係しますけども、他の産地で同じ品種を作ったよりもでんぷんの含有量が高い、つまりそれがだんだん糖化するということなので甘みが強いというようなことが特徴になります。With 190 kilometers of coastline, Ibaraki has an excellent fishing industry and is now using the latest technologies to develop aqua farming and address challenges including changes in the marine environment. 気候変動で、気温が上がってこれまで取れていた魚が取れなくなって、あるいはこれまで逆に取れなかった魚が取れるようになりました。でそういうのを受けて魚が取れなくなった時のことを考えて、魚を漁獲するのではなくて、養殖をする、そういうことにチャレンジしておいて万が一の時に備えておこうというのが今回の趣旨になります。In two preserved cages, around 25,000 mackerel are being farmed with the help of technology developed by deep tech company Umitron. これまで水産養殖で使われてきた機械、例えば給餌器とかっていうのは基本的にそのインターネットにつながっていなくて、なので例えば餌を出す止めるっていった操作をする時も必ず生けすまで船で行って操作をしないといけないっていう、状況でした。ほとんど今でもほとんどの場合はそうなんですけども、ただ今どの産業でもそうですけど、働き手が足りなくて、特に水産養殖、水産業でも同じように働く人が足りないって言われることが多くて、そういった時にこういったインターネット経由で操作ができる、モニタリングができるっていった機械を使うことで、人手が足りていなくても例えば事務所から家から餌を出すであったり、今生けすの様子がどうなってるかなって確認ができるっていったことが一つメリットかなと思っています。
我々が作ってる給餌器、海トロンセルっていう給餌器は、例えばカメラがついていて、カメラで海面の様子を撮影して、魚がどれぐらいこう勢いよく餌を食べているかっていうのを AI が解析をするっていう機能をつけてるんですけども、まだまだ車の自動運転の技術と同じようにその AI の技術も発展途上なので、課題というかチャレンジっていう意味で言うと、そこの技術を成熟させていくところが、我々にとってはまだこう余地のある、白地のあるところかなというふうに思ってます。In the town of Sakuragawa at the foot of Mount Tsukuba, the swimming pool of an abandoned school is used to raise sturgeon for a local brand of caviar in another project that marks a shift in Ibaraki from catching fish in the wild to innovative aquaculture. Using fresh water in the pool helps to lower the salt content of the caviar here to less than 2.5%. Producer Tsukuba Chozame Sangyo says that raising the fish in this way gives their brand, Kasumigaura Caviar, its unique, subtle flavour. 卵本来の味を際立たせるために塩分濃度は抑えてます。それと味に苦味が残らないような塩をピックアップしまして、それで作っております。輸出に関しては目標としてやっておりますけど、いろいろハードルがありまして、認証を取ったりとか、あるいはキャビアの量的な問題、そういうものも含めまして、今すぐっていうわけにはいきません。ですから少しキャビアの生産量が上がるようになったら、それも一つの手段として考えたいと思います。東京とその周辺の埼玉、神奈川、千葉は東京というものすごい巨大な経済圏の恩恵を受けられるところなんですよ。だから、ほっといても人口が集まるし、ほっといても企業が集まるし、ほっといても、人口減少の影響が最も少ないという場所でもあるんですね。そこと茨城県は同列に言えないんですね。もう川隔ててこっち側はもう自ら死に物狂いでもがかないと、やっぱり経済的にどんどん人口が流出するし、どんどん寂れていっちゃうしってことが実際に起きる可能性が高いというふうに思っています。そういう意味ではこれからは茨城県というのはハングリー選手を持って、自分たちが豊かになるんだという決意を持ってリスクを取っているということで、ユニークな立場にならないとなんか他の県と変わり映えない国だともう選ばれなくなっちゃうので、これからはちょっと違うねという県になるということが非常に大事なのかなと思います。